はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日はですね、超クリエイティブな塗り絵の作り方を紹介したいと思います。こんな感じのすっごい色彩が綺麗でおしゃれな塗り絵アートがですね、誰でも作れるので、今日はそのやり方を紹介します。で、今日のこの動画なんですけど、実はコラボ企画でして、アーティスト集団のクリームっていうところがあるんですけど、そこと私が運営している iPadMate っていうオンラインコミュニティの人たちとコラボして、ちょっとね、かっこいい塗り絵アートみたいなのを作ろうよっていうことで、実はですね、ちょっと前から取り組んでました。で、このクリームの人たちなんですけど、なんかホテルの壁画アートをしたりとか、あと1週間ぶっ続けでアーティスト作品のライブ配信したりとか、結構ね面白いことをやってる人たちなんですけど、そこの人たちが今回このコロナの感染予防の企画として終わらない塗り絵っていうテーマで、こういうすごい細かいアートを作っていらっしゃるんですね。で、この塗り絵を iPadMate たちでやるとどうなるかっていうのをですね、ちょっとやってみたんですけど、そしたらですね、もうとんでもなくクオリティの高い作品たちをみんなが作ってくれたので、ちょっとそれをですね、皆さんにも紹介したいと思います。で、例えばですね、このクジャクとかもめちゃくちゃ細かい塗り絵なんですけど、みんなすごいね、丁寧にやってくれて、すごい色彩とかも綺麗ですよね。で、あとはこういう面白い絵とかもあるんですけど、一人一人ね、色の使い方とかが全然違うので、結構塗り絵って言っても個性的な作品がたくさん上がってきました。で、あとはこういうゾーンの塗り絵とかも面白かったんですけど、塗り絵のテンプレ自体はすごいシンプルなやつなんですけど、めちゃくちゃね、みんな細かい描画を入れてくるんですよ。こんな感じで。で、ちょっと中見てもらうとテクスチャーがうっすら入ってたりとか、ジャギーなところがあったりとか、あとはこういう感じで画像をね差し込んでみたりとか、普通の色鉛筆とか紙の塗り絵だったら絶対にできないような表現を、デジタルアートならではの感じで塗り絵にみんなしてもらってですね、で、全部で130個ぐらい集まりましたね。で、みんなの作品はですね、概要欄の方にリンク載っけておくので、そこでみんなの作品見れるようになっているので、ぜひね、見たい人は見てみてください。で、今日なんですけど、この塗り絵のやり方をですね、 YouTube を見てくださってる皆さんにもぜひやってほしいなと思って、こういうレベル高めの塗り絵のやり方っていうのを今日は紹介していきます。で、アプリはですね、私がいつも使っているプロクリエイトを使っていくんですけど、このプロクリエイトと違うアプリを使って掛け合わせてどうやってやるかとか、あとはおしゃれに見せる裏技とかをですね、いろいろ紹介していくので、ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。はい、じゃあまずはじめにこの塗り絵のテンプレートをダウンロードしていきます。この動画の概要欄のところにこの終わらない塗り絵の URL 載っけておくので、そこからジャンプしてください。で、この中から好きなのを選んでいくんですけど、今回はちょっと簡単にいきたいので、このライオンのやつをダウンロードしていきます。左上にダウンロードボタンがあるので、それを押すとこの iPad の中にダウンロードされます。で、右上のところにダウンロードビューアーのボタンがあるので、ここでダウンロードできたかどうかっていうのは確認することができます。で、ここまでできたらプロクリエイトに移っていきます。プロクリエイトを立ち上げて、さっきのやつを読み込んでいくんですけど、上に読み込みボタンっていうのがあるので、これを押します。で、そうするとファイルのアプリが立ち上がってくるんですね。で、この中にさっきダウンロードしたやつっていうのはダウンロードフォルダっていうのがあって、その中に入っています。これ今ダウンロードフォルダを開いてる状態なんですけど、上のところにですね、日時っていうボタンがあるので、この日時を押すと一番新しいものがトップに出てくるので、これを押すと、さっきのライオンのテンプレートを開くことができます。で、今回の塗り絵なんですけど、レイヤーをですね、色ごとに分けていって、たくさんレイヤーを作りながら、塗り絵を完成させていくんですけど、まずはじめにやってほしいことは、この右上のプラスボタンを何回も押してですね、レイヤーをたくさん作っていってください。で、このベースのテンプレートですね、さっきインポートしたやつの画像は一番上に持っていきます。長押ししてグッと上に持っていくと一番上に持っていくことができます。で、色を塗るのはですね、この下のレイヤーにどんどん塗っていく感じです。で、例えばですね、色、分かりやすいように赤色取って、ちゃんとこの下のレイヤーが選択されていることを確認して、ここに一回塗ってみます。で、今ね、塗ってるんですけど、色ついてないですよね。で、実際にはちゃんと塗られてるんですけど、一番上にこのテンプレートのね、JPEG の画像が乗っかってるので、それがかぶさって見えてないんです。で、これをちょっと変えていきます。
描画モードっていうのを変えるんですけど、描画モードはこの N っていうところを押すとですね、たくさん項目が下に出てくるんですけど、この中から定山っていうのを選んでください。でそうすると、この定山にすると黒色のところだけが残って、白色が透明加工みたいな感じになります。でそうするとこんな感じで下に塗った色のレイヤーがちゃんと見えてくるんですよね。でこの要領で色塗りをやっていきます。めちゃくちゃ簡単ですよね。でまた、赤色塗れたので違う色塗りたいなと思ったら別レイヤーを選択して次青色を塗っていきます。でそうしていくともう一瞬で塗り絵が完成するっていう仕組みになります。でここでちょっと塗り絵のコツについて話したいんですけど、塗り絵って配色がめちゃくちゃ大事なんですね。適当に、好きな色重ねていくとなんかちょっと違うなみたいな、おしゃれにならないなっていうことが多いと思うんです。でここで皆さんに塗り絵の配色の勉強をちょっとしてほしいなって思うんですけど、なかなかね配色どうしていいかわかんないっていう人もいるので、おすすめのアプリを紹介します。クーラーっていうアプリです。でこれはもう配色に特化したアプリなんですけど、すごいおしゃれな配色をですねどんどんおすすめしてくれるっていうアプリです。100円か200円で買えると思うので、ぜひ皆さん買ってみてください。でアプリ開くとこんな画面になるんですけど、綺麗な配色が並んでます。で下にジェネレートっていうボタンがあって、これを押すとですねどんどん配色が切り替わっていって、無限におしゃれな配色を表示してくれるっていうアプリです。でこんな感じでポンポン押していって、いいなって思う配色があったらスクリーンショット撮ります。左下か右下からApple Pencilでシュッてするとスクリーンショットが撮れるので、こんな感じで好きな配色をスクリーンショットを撮って写真に保存していきます。でこのクーラー結構ね奥が深いんですけど、右のパレットとかに行くとこうカテゴリー別にいろいろ出てきたりとか、例えばパステルカラーにするとか、ビビットとか、あとは雰囲気とかね、ナチュラルとか、エキサイトとか、そういうカテゴリー分けもあったりとか、本当にいろんな機能があります。結構ね面白くて、でこの塗り絵だけじゃなくってロゴデザインしたいとか、あとウェブデザインしたいとか、そういうデザイン業務をやってる人にもすごくおすすめなアプリなので、よかったらね見てみてください。で自分の好きなカラー配色がゲットできたらプロクリエイトに戻っていきます。プロクリエイト立ち上げた状態でスライドオーバーで写真アプリをこんな感じで右側に持っていきます。でそうするとさっきですねスクリーンショット撮ったこのカラー配色が保存されてると思うので、この中から1個好きなやつ選んで、ドラッグ&ドロップでプロクリエイトの方に、入れ込んでいきます。でそうするとこんな感じで大きく表示されるので、上にですね矢印ボタンを押すとこんな感じでサイズ小さくできるので、画面のどっか空いてるところにですねちっちゃくこうやって配置してください。でレイヤーとしてはこんな感じで新しいレイヤーが1個追加されて、そこに配色が乗っかってるような感じになります。で下にですねどんどんレイヤー、新しい空っぽのレイヤーを追加していってください。でここに塗っていくんですけど、スポイトっていう機能を使ってさっき画像配置した、カラーからですねこうやって色を抽出します。でちなみにスポイトはですねこの左のツールバーって言って細長いバーがあると思うんですけど、それの真ん中に四角いボタンがあるので、これがスポイトになります。でそれで黄色の今色を取ってこんな感じで塗っていきます。でちなみに今使っているブラシはスタジオペンっていうインキングっていうボックスの中にあるスタジオペンっていうブラシを使って、こんな感じで枠をですね先になぞっていくような感じです。縁を先にかたどっていきます。でかたどれたらこのカラーボタンをですねこうやって放り込むと中の部分が全部塗りつぶすことができます。でちょっとはみ出ちゃった部分は消しゴムで消してください。で次違うレイヤーに塗っていきます。今塗ったこの顔のレイヤーは一番下に置いていきます。基本的にレイヤーの順番は別に何でもいいんですけど、やりやすい順番に変えてください。でさっきと同じようにカラーピッカーで画像の中から色を抽出して、今回は薄い黄緑ですね。でこの髪の毛のところを塗っていきます。はい、じゃあ次違うレイヤー選択して別の色を塗っていきます。色を変えるときは必ずですねレイヤーを分けるようにしてください。
で次はこのエメラルドグリーンですね、塗っていきます。でこの薄い黄緑とエメラルドグリーンがこう交互になるように、あんまり同じ色が重なりすぎないように塗っていってます。はい、じゃあこんな感じで色が塗れました。でやっぱりクーラーのアプリ使って配色決めてやると、自分で適当にね色選んで塗るよりも本当に綺麗に塗れるので、めっちゃおすすめです。でここまでできたら、さっき画像貼り付けたこの配色のレイヤーですね、画像のレイヤーは非表示にするか、左にスワイプして削除してもらって大丈夫です。でここからですね、ちょっと魔法をかけていきます。今レイヤーがたくさん分かれていて、ここにテクスチャーを加えていくんですね。で一番初め iPadMate の塗り絵を見せたと思うんですけど、それがですねすごく複雑に見えたのは、このテクスチャーっていう工程があるからなんですけど、そのやり方を紹介していきます。でまずですね、スライドオーバーで写真アプリを右側に立ち上げます。で、ここの中に私テクスチャーの画像をですねいくつかダウンロードしているものがあります。こんな感じでいろんなテクスチャー保存してるんですけど、それをですねプロクリエイトの方に持っていきます。でこういうテクスチャーウェブサイトからダウンロードしてもらってもいいんですけど、自分でぜひですね写真を撮ってみてください。自分のカーペットの写真を撮るでもいいですし、ちょっと石とかゴワゴワした壁を撮ってもいいですし、コンクリートとか、あと植物とか食べ物とかかな、そういうなんかちょっとテクスチャー複雑な模様になってるようなものを写真に撮って、でこんな感じでスライドオーバーでさっきと同じようにですね画面の中に放り込みます。でそうすると画像が配置されるので、これで位置調節したりとか、あと回転とかもできるので、いい感じにこの顔にですねかぶさるようにして固定してください。で今レイヤーとしてはですね、この、顔のレイヤー、顔のオレンジ色のレイヤーの上にテクスチャーが1個乗っかってるような状態になってます。でこの状態でテクスチャーのレイヤーをタッチするとですね、下の方にマスクオクリップっていうボタンが出てきます。マスクオクリップです。でこれにチェックを入れると、下のレイヤー、オレンジ色のレイヤーのところだけにテクスチャーがかぶさったような表現になります。これをマスクオクリップと言います。でこの状態で N のボタンを押して描画モードを変えます。でスライドするとこんな感じでたくさん出てくるので、今回はですねハードライトっていうのにしていきます。でハードライトにして少し不透明度を下げるといいと思います。でこの、描画モードはですねその時によって結構変わってくるので、皆さん好きなやつを選んでもらえればいいと思います。でこんな感じでテクスチャー付け加えると、見てください、この表面がですねちょっとザラッとしたような表現になっていると思うんですけど、こんな感じでちょっと普通とは違う塗り絵を作ることができます。で同じ要領でこの髪の毛のところもう一個一個、マスクオクリップ、テクスチャー乗っけてマスクオクリップっていうのをしていきます。で次はこの海のちょっと表現のある波の模様みたいな感じかな、これを、写真アプリの中から乗っけて、画像の位置をですねちゃんと調節してください。このネイビーの上に、海のレイヤーがあって、それをマスクオクリップっていうのをするとこんな感じで濃い青のところだけ、テクスチャーがかぶさったような感じになるので、これで描画モードを切り替えていきます。ハードライトにします。さっきと同じです。で不透明度を下げます。不透明度 100% だとちょっときつい表現になるので、少し不透明度を下げるのがコツだったりしますね。でこのエメラルドグリーンのレイヤーと黄緑色のレイヤーにも同じこの海の加工を施していくので、この海のレイヤーをですね左にスワイプして複製っていうボタンを押してください。でそうすると同じレイヤーが、付け加えられるので、これで位置を変えてまたマスクオクリップを押します。
でまた同じようにこの不透明度を下げたりとか描画モードを変えていきます。で同じように複製を押して、これ一番上に持っていきますね。黄緑色のレイヤーの上に持っていってタッチしてマスクをクリップです。でそうするとこんな感じで全部のレイヤーに、このテクスチャーが加えられたような状態になります。でテクスチャーによって位置を変えたりしてもいいですね。矢印ボタンで変形とかかけれるので、こうやって位置変えたりとか場所ポジションを変えたりしてもいいと思います。でそうするともう完成になります。いかがでしょうか皆さん、すごくないですか？普通にベタ塗りで色塗ったのとは全然違う表現ですごいクオリティの高い塗り絵に見えると思います。でこれテクスチャーでいろいろ遊んでもらっても楽しいと思います。iPadMate の中にはポテト、フレンチフライのポテトを食べてその写真を撮ってテクスチャーとして加えたみたいなことを言ってた人もいるので、自分の身の回りにあるアセットをですね写真で撮ってそれをテクスチャーとして加えるっていうのでやると結構オリジナリティのある塗り絵ができるんじゃないかなと思うので、こういうので遊んでみてください。はい、ということで今日は終わりにしたいと思うんですけど、ぜひ皆さんもこの終わらない塗り絵のですねウェブサイト行ってダウンロードしてもらってチャレンジしてみてください。でお手本となる iPadMate の作品もですね概要欄の方に載っけておきます。本当にクオリティの高い作品がたくさん載ってるので、ぜひ見てもらってインスピレーションを受けてもらえればいいなと思います。iPadMate の皆さんご協力いただいてありがとうございました。引き続きこんな感じでコラボ企画みたいなのをやっていきたいと思いますので、ぜひ宿題チャレンジしてください。で、できた作品ですね、ぜひ Twitter とか Instagram で終わらない塗り絵と iPadMate でハッシュタグつけて投稿してもらえると私見に行くので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日は以上です。ぜひこの動画が良かったらいいねボタンも押してください。ではでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。